森平先生もそうですけど、はい、空間を変えちゃうとね、拳銃の弾、銃の弾当たらないんですよ。それ言いますよね。はい、あとそれからね、神戸にね、近藤先生っていう剣術の先生がいて、無重心流っていう、心に住んでいないっていう無重心とか、ね、そういう特殊な剣術使いの先生がいて、でその方がちゃんとお分かりになってて、真剣と真剣で切り合う時に技術的に未熟な方が切られると。だからじゃあ未熟だからといって切られていいのかって、それはそうではない。未熟であっても神様に全てを託す、全託する。もう分かんねえ、もうなんとかしてて、もう全部を委ねる、と、相手が袈裟でね、正面でこうじゃないんですよ。袈裟で切ったらこれ避けられないんだけど、袈裟で来る相手はね、袈裟で切ろうとするでしょ。このね、相手のこの筋肉を相手の意識とは違うように動かして、この軌道、刀のね、これを変えちゃって絶対切れないように神様がしてくれると。あるいは相手の筋力がそこに追いついていかないって、どうしてもこのね、刃が相手を切る軌道に入ってる時には、神がこの鋼鉄の場を曲げる一瞬。いや本当っすか。ほんで絶対切られないんだと、そうおっしゃってる。剣術の師範なわけですよね。先生ですよ、師範です、宗家です。もうそれ聞いたらね、でもね、いくらそれ聞いててもね、真剣で、じゃあさっきのように、持ち上げる程度だからやりますよ。これをじゃあさっきのようにね、相手の空間を友達になって真剣で切らせてみろって言ったら僕やりません。まだそこの域には行かれてないけども。いやもう最後、例えばもう僕がね、お医者さんの予見で、もうあと数秒後には死ぬぞお前と言われたらちょっと試してはみたいけど、いやもう誰もやりたくないですよ、先生はガーッて毛先に行くの。そんな風に結構ね、いろんな人たちが気づいてらっしゃるんですよ。あるいは気づいてなくってもしてる、使えてる人もいるっていう。だから愛機という名前を出さないで、武術やってる人、お茶をやってる人、剣術やってらっしゃる先生方、みんな実はこの空間、あるいは宗教家の方でね、本当にきちんと、宗教の神事なさってる方も含めて、そういうふうに空間が守ってくださるんですね。一番典型的なのは僕の古い門人の人、女性なんですよ。旦那さんも一緒に来てるご夫婦で、小学校の先生なさってて、朝起きた時に、あんまり調子良くなかったんだけど、でもやっぱり勤めに出なきゃいけない。出かけた時に家の外に出て、家の前の道路をなぜか車が突進してきた。ものすごい猛スピードで、もうこれもう諦めた、選択、もうこれでダメやと、もうこのまま死ぬんだと、お二人ともが思ったんですって。だからもうその時に逃げようとか何か思わない、もう選択です。あちゃ、その途端ね、90度に曲がったんですって。だってありえないでしょ、車が90度に。ありえないですよ。路地の突き当たりの前の L 字型ので絶対曲がれないよ。そこがね、なぜかカクカクってですぐ電話してきてくれて、今こんなことがありました。だからみんな守ってくれてるんです。日頃ね、さっきご質問で何かきちっとしたご煎じしてないといけないのかとかね、お勤めしてなきゃいけない、そんなことないんです。日頃からその方々ね、どちらも小学校の先生なさってて、もう生徒が群がってくるぐらいいい先生で、本当に優しい方々。教室でこのキュウリの苗を植えて、花壇でこう伸びてるでしょ。ここまで伸びたねって言って、その一番つるの先を指で毎朝こうテンテンってしてたら、その先生が指伸ばすと、それにつるが絡まってくる。じゃれるみたいな、動物みたいに。そうだから日頃そういうことをなんか子供になって、一番いいのは赤ん坊だから、剛蔵先生も彼が見つけてくれたんだけど、何かの本のところに
赤ん坊になればいいんだってね、人間みんな赤ん坊になれば世の中すごく良くなるんだって書かれてます。だから子供無邪気になってれば別に何も修行もいらない、何か特別な儀式、なんかそういうこともいらない、もう赤ん坊の心のまま、それが実はさっきの無重心流の秘伝でもあるんですね。東流の稽古の本質は初心から常に赤ん坊の心を持って臨むことだと。すごいです。で確かにね、佐川先生もおっしゃってたんです。この愛機って難しくてわからないんですけどって言ってたら、赤ん坊の手を持ってみなさい、もうその一言だけだったんです。ちっちゃい赤ん坊がこうなってるでしょ。いや赤ん坊の手ぐらい抑えられると思うんですけどね、意外に難しい。赤ん坊無邪気だから、みんなが友達だと思ってるんです。空間も友達で、空間見えてるみたいで、この前なんですけど、僕ねすっごいもう亡くなられた霊能力者の友達だったって方に会って、その霊能力者っていうのはね、もう歴代のいろんな有名な政治家とかがね頭下げていろいろ教わりに行ってた人、もちろん全部無料、もうどんな人からもお金は取らない。なぜそんなことができるのか。何でもできるんですよ。マジシャンみたいなこともできるし、でも秘密はもう全部暴露されるの。なぜ、何も隠せないんです。何も言わなくても全部わかる。なぜそんなこと可能なんですかって聞いたらね、人間にはね守護霊っていうのが背後にいると。本人は黙ってても守護霊に聞いたら何でも教えてくれるんだと。で守護霊っていうのがね、1人2人じゃないんです。もうたくさんいて、守護霊団っていうのが群がってるんです。それにその超能力者が聞くことで何でも分かるし何でもしてくれると、ついこの前私教わって、これかと思って、だから物理学、湯川秀樹先生の方の立場では、空間の素領域の構造がこの辺にある、その泡と泡の間の部分と、我々物理学者は思う。ただ霊能力者と呼ばれてる本物の霊能力者はひょっとしてそういう泡と泡の間の部分が見えてて、それを人として捉えて守護霊として見えてて、でそこを読んで、彼についてのいろんなことが分かる。それが当たってるなと。なるほど、一緒じゃないかっていう。だから僕もさっきほら共有っていうご質問を得た時に、昨日までだったら答えられなかったんですよ。いや僕空間にねお願いしてるつもりになってたんですよ。でもそれでうまくいくけど、一体どうやって僕がお願いしてるのかは僕分からなかったんです。ところがその霊能力者っていう人が、この背後の守護霊団から教わってると言ったということを聞いてね、昨日聞いて。昨日なんですね。でも聞くって言ったって別に言葉で聞けるわけでもないし、その人の自我意識が、で今朝起き抜けにひらめいたんですよ。その霊能力者の背後にも守護霊団がいるわけです。守護霊団と守護霊団同士があれば、多分なんか概念が共有されてて、守護霊団同士は意思の疎通ができるんだ。だから霊能力者が直接相手の守護霊団に聞いたんじゃなくって、霊能力者のこっちの守護霊が向こうの守護霊においおいって聞いて、で情報をもたらしてくれたということに今朝気づいて、でさっき共有と言われた時に、昨日までなら答えられてなかったのが、そういや霊能力者の場合と同じならば、相手の空間の背後の素領域の素領域の間の部分に僕が存在するこの空間の素領域のこの泡の間の部分が共有されて、ここ同士が連絡し合って相手を簡単に軽くしてくれてるというふうに答えられたのはそのおかげだったんです。なんというその素敵な今日の朝
今日の朝気づいたんです。はあ、でまた僕もよく質問できましたね、なんかね。でそう、しかもその時に共有って言ってくださったから、それを説明するためには、ちょうど共有って言葉が出たから、実はそうなんだと。もっといい、この前の日曜日、つい数日前ね、日曜日に僕の名古屋の道場に、行ってたわけですよ、日帰りで名古屋まで新幹線で、でその時に今のね、やって、説明して、でいつも同じ説明めんどくさいなと思って、でも皆さんの前でやってみせんって、だから当時はまだこっちのこの辺が相手のこの辺と連絡するとか、それは分かってなかったから、説明もいつも通り、いや僕が相手の後ろの方にお願いしてるんだと言ってた。稽古が終わってから10年の女性が来られて、実は私は少し霊能力があってとか言い出して、あ、そうなんですか、もちろん半信半疑、いつもの稽古であれば僕が相手に同じように合気の技をかけるときに、僕のこの辺と相手のこの辺になんか男のがたいのいい霊が現れるんですと。それが見えるっていう、で特に相手の方との間ぐらいに現れて、それで相手が浮かされるんです。でも今日はなぜかその男の霊は現れないで、僕のこの辺におかっぱの女性が現れたんですと。で最近この 2,3 日でおかっぱの女性が先生に何か新しいこの合気について新しいことを教えてくれたんじゃないんですかっていうの。だからやり方が、僕は同じやり方やってるつもりだったんだけど、彼女が見たら霊的に見たら違ってたから、そんなことを言ったんですよ。いやでもね、この 2,3 日おかっぱ頭の女性なんかと会ってないし、いやそれはないよ、俺別にやり方もあんまり変えてないしと、それが日曜日だったんです。2、3日前ですね。その次の日の月曜日、2人どうしても会いたいっていう女性が千葉から訪ねてこられて、で僕の事務所でお会いして、それはね UFO 関係、 UFO 目撃者で、その時の UFO 目撃談、もう目の前まで UFO が現れたというので、その情報を僕がもらおうと思って、でも確かにそういう話があったんだけど、その雑談の時にその2人の女性のうちのお一人が昔女子高生だった頃によく学校帰りに寄ってた超能力者のおっちゃんがいたと、そこに「おっちゃん」とか言っていつも遊びに行って、でそんなすごい人とは知らずにいろいろ教えてもらってた。その人が実はさっき言った僕に、この霊能力者は相手の守護霊団からあらゆる情報を引き出すんだということを教えてもらったと僕に言ってくれたの。それがこの前の月曜日で、それを受けてなるほどねと。でも霊能力者とはいえ守護霊と直接は会話できないだろうから、どうやるのかなと思って、その次の火曜日の朝、ひらめいたのが、霊能力者の守護霊が相手の守護霊と共有して更新して情報をもらえたんだと、昨日の朝気がついて、で今朝今度は僕の技に関しては、僕が相手の周囲の空間にお願いしてるんじゃなくて、僕が僕を含んでくれてる空間にまずお願いしてお友達になって、で空間と空間同士が共有されてるから、向こうにも影響がいったんだと今朝ひらめいたと。したがって日曜日の時点で名古屋の霊能力のある中年の女性の人がおかっぱの女性って言ってた、それは翌日月曜日に千葉から僕のところに訪ねてきた女性の、そのすごい霊能力者の話してくれて、その方と女子高生の時に友達だった方がおかっぱだった。なるほど。その人が教えてくれる、翌日教えてくれるということをすでに前の日に分かっていたっていうというふうに
湯川秀樹先生の素領域理論もそうなんですが、実は時間ってないんです。過去も未来も現在もなくて、現在今しかないんです。神道ではそのことは分かってて、中今、中の今とか常に今の連続で、昨日もない、1年前もない、常に今なんです。でしたがってね、その日曜日の名古屋の霊能力の女性は数日前におかっぱの女性が僕にその本質を教えてくれたと思ったんだろうけれど、実は未来の話だった。翌日の話だった。いや面白いっすね。はい。はあ。ごめんね、どんどん合気道から話が外れて、いや合気道の本質を語るとどうしてもここに触れないとダメってことですもんね。はい。これに触れないで済ませてる合気道なんてのは、もう単なる充実とか普通の、もう何でもないことです。なるほど、フィジカルトレーニングに終わってるっていう。そんなものに人生かけても仕方ないんですよ。いや、言ってしまうと。なるほど。ね。いやいや、まあ。で、やっぱ同じそういうふうなところをね、根底に疑問を持ってらっしゃるから、正弘先生は、ね、もうあっちこっちの門を叩いていろんな先生と会って、そうしていくうちに、ああやっぱりすごいってお分かりになる。ちゃんと写してね。ちょっと並んでいただいて。いやだからすごいつながるところがあって、僕やっぱ人を愛さなくちゃいけないって言っていたけども、それじゃね説明できない部分があるんですよ。そこまでしか考えてないから僕は凡人なんですよ。で、いや人じゃないんですよ。空間なんですよね。だから空間を愛さなくちゃいけなくて、出ないで殺しに来た相手って本当に別空間からこうやってくる人ですね。そこを一瞬で取り巻くにはやっぱ空間愛さなくちゃいけないんですよ。いやだからそことか、もうすいません、セリフめちゃくちゃ痛かったけど。痛かったね。いや僕もね、その空間をなんかするで、しかも晩年の佐川先生がそうなさってたというのは、僕はもう自分の佐川先生に投げ飛ばされたこともあるし、よく見て変だなと、なんかありえないというふうにも思ってて、でもやっぱそれは僕だけの印象かなと思ってて、ただ僕の佐川道場の先輩の塩坂さんって一緒に本書いた、彼が先に言い出してるのよ。佐川先生は、その相手がいると空間の次元を変えて、次元を変容させてるんだと。やっぱり先輩も同じ考えなんだ